さあファミコン大図鑑。1984年の秋、ゲームセンターの人気者がどっと家にやってきた。ゼビウス、パックマン、マッピー、僕と一気に振り返るよ。最後まで見てってね。デビルワールド覚えてる？マリオの父、宮本茂が作った緑のドラゴンの迷路アクション。二人プレイは強力のはずが、相手に炎を当てて足止めし合う殺し合い。あの頃僕も兄ちゃんをはめてた。実はこれ、ドンキーコングからスーパーマリオへ続く宮本茂の系譜のど真ん中にある一本なんだ。今でも遊べるよ。スイッチオンラインにちゃんと入ってる。ここで一つ。これ、宮本さんの作品で唯一北米に出なかった一本。十字架やバイブルが宗教規制に触れたんだ。アメリカ解禁はなんと2023年のハロウィン。4人打ち麻雀覚えてる？ファミコンで初めての本格的な4人打ちだったんだ。お父さん麻雀もできるんだよ。そう言ってファミコンをねだった子多かったよね。僕も使った手だ。ここでクイズ。任天堂のロゴで売られたこの麻雀、本当に作ったのは 1. 任天堂、2. ハドソン、3. コナミ。答えは最後に。これがね、今は公式配信では見かけない、遊ぶなら実機か中古を探すしかない一本。答え合わせ。作ったのは2. ハドソン。パソコン麻雀の移植だったんだ。そしてもう一つ、相手の手配が丸見えのオープンモード。あれは、この CPU はイカサマしませんっていう潔白の証明だったんだよ。F1 レース覚えてる？ファミコンで初めてのカーレースゲームで、なんと153万本も売れた一本。裏技で時速416キロのターボを出した瞬間、速すぎてコーナーを曲がれず壁に一直線。僕も何度も自爆したな。実はこれ、任天堂レースゲームの原点。ここからやがてマリオカートへと繋がっていくんだ。ところがこの153万本のヒット作、今はどこを探してもリメイク版が見つからないんだ。その理由がね、F1 という名前の商標や当時の権利の事情があるらしいんだ。だからこれだけ売れたのに一度も正式に復刻されてない。パックマン覚えてる？ゲームセンターから家にやってきた世界一有名なドットイートだ。パワー餌でモンスターが青くなって追いかけ返す。でも点滅したら戻る合図。油断するとパクッとやられた。ここで丸×クイズ。パックマンを追う4体のモンスター、実は1体ずつ追い方が違う。丸か×か。答えは最後に。これがね、つい最近ファミコン版がスイッチオンラインにも仲間入りしたんだ。答え合わせ。4体は追い方の癖がバラバラだから丸。そしてもう一つ、最初の名前はパックマン。英語だと一文字いたずらされるとまずい言葉に言えるね。北米ではパックマンに変えたんだ。ゼビウス覚えてる？ゲーセンを席巻した縦シューティングの金字塔だ。空はザッパー、地上はブラスターで打ち分ける。そして誰もが挑んだのが回転鉄板バキュラ。256発撃てば壊せる。その噂、本当に数えたよね。実はゼビウスは縦シューの元祖。ここからスターフォース、やがて弾幕シューへとジャンルが育っていった。今でも現役だよ。スイッチオンラインでいつでもあの空に戻れる。さあ、答え合わせ。バキュラに256発撃てば壊せる。あの噂は迷信。どうやっても壊せないんだ。みんなで数えた努力は、ね。アーバンチャンピオン覚えてる？夜の街で名もなきサラリーマンが殴り合う対戦アクションだ。上か下か、強パンチか弱か。読み合いのはずが、結局ボタン連打のどつき合い。最後はマンホールに突き落として勝ち。ここでクイズ。対戦中にパトカーが通りかかると、二人は何をする？答えは最後に。これは今でも現役。スイッチオンラインで殴り合いができるよ。答え合わせ。パトカーが来ると、二人はピタッと喧嘩をやめて口笛でとぼける。そしてもう一つ。これ、ファミコン初の対戦型格闘ゲームなんだ。スト2より7年も前。マッピー覚えてる？トランポリンでぴょんぴょん跳ねるネズミの警官アクションだ。泥棒猫ニャームコから盗品を取り返して、上の階へ下の階へ。軽快な BGM、今でも口ずさめるよね。ここでクイズ。マッピーの名曲を絶賛した国民的 RPG の作曲家は？ 1. 杉山浩一、2. 近藤浩二、3. 植松信夫。答えは最後に。今でも遊べるよ。
スイッチのナムコットコレクションにファミコン版が入ってる。答え合わせ。名曲に惚れたのは1、ドラクエの杉山浩一。そしてもう一つ、マッピーも宿敵ニャームコも実は本物のロボットがモデル。先に生まれたのはネズミじゃなく猫だったんだ。くるくるランドを覚えてる？横井軍平さんが手掛けた不思議な固定画面アクションだ。盤面に隠された金塊を敵のウニラをかわしながら全部見つけ出す。シンプルなのについ夢中になったよね。ここで丸×クイズ。主人公グルッピーは十字キーで自由に歩き回れる。丸か×か。答えは最後に。今も現役だよ。スイッチオンラインでいつでも金塊集めに戻れる。答え合わせ。グルッピーは自由に歩けない。だから×。ターンポストを掴んで曲がるしかない。そしてもう一つ。本当は3000点のはずが30点しか入らないバグがあって移植版にも残った。治ってる方がむしろ貴重なんだ。エキサイトバイク覚えてる？アクセル全開で坂を飛んでオーバーヒートに泣いたモトクロスだ。自分でコースを作れるデザインモードが画期的でね。障害物を隙に置いて何度も走ったよね。ここで丸×クイズ。エキサイトバイクはファミコンが先で後からアーケードに移植された。丸か×か。答えは最後に。今でも遊べるよ。スイッチオンラインにもクラシックミニにも入った定番だ。答え合わせ。家庭用が先で後からアーケードへ。だから丸。そしてもう一つ。作ったコース、実はデータレコーダー、つまりカセットテープにちゃんと保存できたんだ。バルーンファイト覚えてる？風船でふわふわ浮かびながら戦うアクションだ。敵の風船を割って落とす対戦が白熱したよね。浮遊感やめられなかった。ここで3択クイズ。このふわふわした浮遊感、後に任天堂の超有名ゲームのあるステージに受け継がれた。1、空の上。2、水の中。3、雪の上。答えは最後に。これも今現役だよ。スイッチオンラインでいつでも浮遊感に戻れる。答え合わせ。正解は2、水の中。スーパーマリオの水中面、動きのルーツはこの風船の浮遊感だったんだ。そしてもう一つ、それを作ったのは後に任天堂の社長になる岩田悟さん。本家のスタッフがなぜ FC 版の方が滑らかなのかと教わりに来たほどの腕前だった。次の一本も一緒に。デビルワールドからバルーンファイトまで楽しんでもらえたかな？よかったら高評価とチャンネル登録よろしくね。次もファミコンの旅を一緒に。